車の整備がしやすいように散らかったパーツなどを整理していきたいと思います。また朝焼けの頃外に出てみました。5時ぐらい。気持ちいいですね。こんにちは、オートウエストエンドです。実は引っ越しをすることになりました。ただ引っ越し先本当に近場で、今住んでいるウエストエンドというエリアからは出ません。なので引き続きオートウエストエンドということでやっていきたいと思いますが、荷造りをしているとこのようにパーツがたくさん溜まっていました。これは家にあるもので、別に倉庫にもまだあります。これをなんとか整理していきたい。引っ越し後も倉庫を使っていいということでしたので、今日はね、その倉庫の整理をしていこうかなと思います。ただ YouTube でよくあるような見違えるように変わるビフォーアフターみたいな、そんなことにはなりません。もういらないものを捨てて整理していくというだけです。なのであまり期待なさらずにゆるりとご覧いただければと思います。これは昨日あげましたね、 LED のブレーキランプ。そしてやっとアリエクスプレスから届きましたスプライス端子。今まではギボシ端子をカットして無理やりスプライス端子を作っていました。はい、こういったスイッチ類ですとか、 X5 購入時ついていなかったエンブレム、中古タイヤ屋さんがこのね、余ってたんでしょうね、2回り3回りぐらい小さいエンブレムをペットで貼ってくれました。これはバケツの水から洗車ができるポンプですね。OBD2 の分岐ケーブルとか、これはガラスコーティング、セラミックコーティング剤ですね。そしてまた動画にしたいと思いますが、補給バッテリーの充電ケーブルをちょっとね、改造したいと思います。そしてこのオイルフィルターは社外品で結構粗悪な感じ出してるんですよね。めちゃくちゃ安かったんですが、これも比較動画みたいなのを作っていければと思います。こちらはエンジンルームの仕切り、バルクヘッドですが、これ捨てればいいんですけどね、このステッカー、これをなんとか新しいものに移植したいので、これもまたちょっと取っておいてます。こちらはストラットマウントのブッシュ、片方しかね使えなかったのでまだ1個残ってます。そしてこれは日本から取り寄せましたスプレー塗装用のぼかし剤、また外が暖かくなってきたら使っていきたいと思います。そして引っ越しの際にいらなくなったドロワー、これをね倉庫の中に入れていろいろ整理していきたいと思います。子供が開けない用の引き出しロック、はい、ドロワーを運んで、そしてパーツも運んできました。はい、このありさま、もうねパンパンです。車用品だけに使うわけにはいかないので、家のものとかね、いろいろあります。半分ぐらい出しました。結構ありますね。売れ残っているタイヤもあります。X5 購入時に履いていたものです。はい、なんか全然変わった感じがしませんが、一応新しくドロワーを入れて、そしていらないものをとりあえず全部出しました。これはオイル交換とかに使っているカースロープですね。そしてこれはストラット関係、そしてフロアジャッキ、そしてコントロールアーム類ですね。オイル交換セット、こちらが洗車セットで、ここのドロワーにいろいろパーツだったり必要なね工具類とかを入れておきました。
そして一番下の段は今後交換予定のパーツ類です。ちょっと中身が見えないので見えるように改善の余地ありですが、まあこんな感じでしょう。そしてとりあえず売る予定のタイヤ手前に置いとくことにします。全然おしゃれな配置にはなりませんでしたが、こんな感じでしょう。本当に時間が今後できれば同じ入れ物で揃えたり DIY で棚を作ったり LED ライトをねそこかしこに並べたりしたいと思いますが、とりあえず夢だけ語っておきます。ということでリサイクルできるものをリサイクルしに行きます。桜が綺麗ですね。本当に今一番いい季節。ちなみに仕事で結構運転するので、もうガソリンもう頻繁に入れてます。そしてこちらが新居と言わせてください。IKEA です。引っ越し先に必要な家具をね買いに来ました。というわけでこの週末は車の整備ではなく倉庫の片付けをしました。 Vlog 的な内容になりましたが、また今後の修理整備お付き合いいただければと思います。今回も最後までありがとうございました。またお会いしましょう。ところでいよいよこのヘッドライトの曇り、これを取っていこうかなと思います。結構もう来てますね。12年前の車なのでヘッドライトが霞みまくり。今考えている手順としてはサンドペーパーがけをしてコンパウンドで磨いて、その後先ほどちょっと映ってましたセラミックコーティングをしていこうかなと思っております。次の週末時間できるかな。できたらやっていこうかなと思います。それでは。